今回は超巨大な食用アロエを取り寄せてみたので、リクガメたちに与えてみようと思います。アロエと言ったらヨーグルトと連想ゲームでもいの一番に関連付けられるほど、ヨーグルトと親和性が高い植物。それがアロエですよね。そんな国民的食用多肉植物のアロエですが、どのような見た目をしているのか意外と知らない方も多いんじゃないでしょうか。そもそもアロエとは、ユリ科アロエ属の多肉植物で、その中でも今回購入したのはアロエベラと言われる食用アロエ。アロエは世界に500種類以上あると言われていますが、食用として有名なのはアロエベラとキダチアロエの2大巨頭。その中でもアロエベラのベラは、ラテン語で真実、本当という意味を持っているため、アロエベラは500種類の偽アロエどもの頂点に立つ真のアロエということになります。キダチアロエと比較しても、アロエベラの方が大型で肉厚な葉を持っているため、ベラの名は伊達じゃないですね。アロエベラはアラビア半島南部、北アフリカ地中海沿岸部やアフリカ西部諸島が原産だと言われていますが、今では世界各地で栽培されています。アロエの仲間は皆さんおなじみ、リクガメのバーターことウチワサボテン同様、乾燥地帯が原産のため葉っぱの中に多くの水分を保持できるようなゲル状の構造になっています。そして人間はここを食べます。アロエベラの全体像はトゲトゲでまがまがしさを放っていますが、ゲル状の部分は見た目からしてみずみずしくて、喉がカラカラの時に口いっぱいに頬張りたくなりそうですよね。最初の人間よくこれ食べようと思ったなっていう食品よくあると思いますが、これを食べたくなる気持ちはわかります。さらにアロエベラの花はこんな感じ。黄色く天にそそり立つ個性的な見た目。遠くから見ると花を咲かせたヘラオバコのようにも見えますね。一方、キダチアロエの花は真っ赤。こっちの方が皆さん馴染みがあるんじゃないでしょうか。うちの近くの古いお家にもちょうどこの時期大量の真っ赤な花を咲かせております。そんなアロエの花言葉は健康、万能。母の日に真っ赤なカーネーションを贈るように、敬老の日には真っ赤なキダチアロエを贈る文化を根付かせたいものですね。そんなアロエは医者いらずという過大評価すぎる別名のように、4000年以上前から世界中で万能薬として用いられてきました。現在でも食べると便秘解消効果や血糖値の低下、塗ると軽度のやけどや日焼けにも効果があると言われています。一般的なアロエの主な栄養素は、アロエ 100g 中 99g が水分で、カルシウムは 56mg、リンは 2mg です。四捨五入すると水ですね。ウチワサボテンと比較すると、リクガメの骨や甲羅を構成するカルシウムの量は約5分の1。いかにウチワサボテンがリクガメにとってスーパーフードなのかを知らしめる結果となりました。アロエベラは毎日同じ野菜ばかりで、リクガメたちが飽き飽きしないよう、バリエーションを豊富にするための副菜としてこれからも与えていきたいですね。試しに重さを測ってみますか。これ1枚で約 1.4kg。ですかね。そもそもこれ画面映りきってますか？多分この先っぽとか切れちゃってますよね。それだけでかいってことです。食べきれるか心配ですね。こちらがアロエの表面です。アロエって柔らかいイメージがあると思うんですけど、結構硬いですね。手で殴ると跳ね返されるような弾力があります。いい肉質ですね。鍛え上げられた筋肉ってこんな感じなんでしょうね。そしてアロエの両側にはこんな感じでトゲトゲがいくつかついてます。とは言ってもサボテンのトゲトゲとは違って、指で触っても指側に刺さってくることはありません。トゲも大きいので触っても全然痛くはないですね。では早速このアロエをさばいていきましょう。まずはこちらの根元の部分を切り落とします。断面はこんな感じで透明でプルプルですね。このままスプーンですくって食べてもうまそうです。ですよね皆さん。続いてこれを小さく切っていきます。これがアロエ特有のネバネバです。サボテンをさばいたことがある人はわかると思うんですけど、サボテンよりもネバネバが強い気がしますね。一応自分でも食べてみようかなって思うんですけど、人間が食べるのはこの真ん中の透明の部分だけなので、この皮は剥いていこうと思います。まずはこの外側のトゲトゲを取っていきます。下の皮を剥いていきましょう。中身だけ取り出すことができました。人間用としてはこれを 1,2 分ぐらい茹でてぬめりを落とします。でもネバネバになっちゃいました。こちらの人間用にさばいたアロエはアロエヨーグルトと刺身にして食べていこうと思います。ヨーグルト用のアロエは細かく切っていきます。それでは切ったアロエを茹でていきます。今回アロエの皮は切って取り除きましたが、皮にはアロインという苦味成分がたっぷり含まれているため、人間にとっては食えたもんじゃないらしいです。このアロインは体の中に入るとアロエエモジンという物質に変化して、胃もたれや消化不良を防ぐ効果が期待されています。ただ食べ過ぎるとお腹が緩くなって下痢になる可能性があるため、人間もリクガメも注意が必要ですね。茹でたアロエは冷水で洗ってぬめりを落としていきます。あれだけヌメヌメだったアロエでしたが、茹でて簡単に洗っただけで全くネバつきがなくなりました。触ってみても全く糸を引きませんね。それではこちらのぬめりが取れたアロエを薄く切ってお刺身として食べていきます。やっぱり包丁で切っていくと中からはぬめり成分が出てきました。こんな感じで完成です。で、アロエヨーグルトはアロエとヨーグルトをもう混ぜるだけですね。こ
これでアロエヨーグルトの完成です。それではいただきます。まずはお刺身からいただきますか。ちょっと切り損なって緑の筋が所々にありますけど、まあなんとか食べれるでしょう。じゃあこれはお醤油をつけていただきます。うん。口の中で弾力があって、あと噛むたびに中からぬめり成分がどんどん出てきます。全然癖がなくて、これだと無限に食べられますね。すごいお肌がプルプルになるような味がします。これを食べてるだけで美容にいいなんてめちゃくちゃお得な気がしますね。でもあんまり食べ過ぎるとお腹が緩くなっちゃうみたいなんで、いくら美容にいいからといっても3食全部アロエはやめておいた方がいいかもしれないです。では続いてアロエヨーグルトの方を食べてみたいと思います。もうこれ見た目からしてヨーグルトがうまそうですね。うん。市販のアロエヨーグルトよりも、粒々はちょっと粗めですが、これもまた自家製アロエヨーグルトっていう感じがしていいですね。以前サボテンを食べてみた動画も出したんですけど、サボテンと比較すると、アロエって全然植物感、草っぽさがなくて、サボテンよりも全然食べやすいなと思います。まあその一癖もサボテンの良さだと思うんですけどね。ごちそうさまでした。それでは最後に余ったアロエをリクガメたちに与えていきます。ベビーガメたちは初めて見るアロエでも興味津々で近づいてきました。でも孵化から8ヶ月経って精神的にも大人に成長したのか、いつもより安全志向で、あと一歩踏み出せず、でも一度その味を覚えると、狂ったようにしゃぶりつき出しました。狙ったかのようにゲル状の部分だけを食べてますね。皮だけを与えてみると、手を使って引きちぎる。ベビガメの咀嚼力だけでは噛み切るのは大変そうですね。今度はゲル状の部分だけを与えてみます。早速メンチの切り合い。今日は青さが際立ってますね。頑張って噛みちぎろうとしますが、アロエに重力5を制され、何度噛みつこうとも進捗がございません。噛めば噛むほど中からぬめり成分がにじみ出してくるため、一口で丸飲みするのが正しい手法なのかもしれません。インドシガミ西野さんはそのご自慢のノコギリ状のくちばしでパクリ、皮までしっかり噛み切ってアロインを吸収していきます。ロシアリカメヨモギちゃんはまるで豆腐でも食べてるかのように子供なげにアロエを噛みちぎり体内に取り込んでいきます。そこに餌には目もくれず飼い主の右手に潜り込もうとする西野氏。アロエの先っぽの方がスティック状で食べやすそうです。人間用にさばいた時に取り除いた皮も与えてみます。リクガメは苦味がある野菜の方がむしろ進んで食べているように感じます。日本の食卓にもよく並んでいるチコリやトレビスのようなキクニガナ族の野菜も子供の頃から大の好物。下の超え方が早熟ですね。ロシアリクガメワラビ君もアロエのゲル状の部分をお気に召した様子。食べにくいのは大人も子供も変わりませんね。丸飲みすれば簡単に食べられます。チュルチュルと飲み込む様はまるでこんにゃくゼリーのよう。バクバク食べてくれると買ってみた甲斐がありますね。皆さんもアロエベラをリクガメと一緒に食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございました。